メタン、今日はお花見の話をしたいのだ。桜の下でお弁当を食べて、みんなで乾杯するあの文化なのだ。あら、ずんだもん、お花見がしたいの？じゃあまず、海外の公園事情を見せてあげるわ。あなたの甘い幻想を粉々にしてからね。なんか嫌な予感がするのだ。2024年、ニューヨーク市のセントラルパーク周辺で、公園内の犯罪件数が前年比 23% 増加したわ。強盗、暴行、薬物使用、公園が憩いの場だなんて、もう過去の話よ。公園で強盗なのだ。信じられないのだ。ロサンゼルスでは公園の半分がテント村になっているわ。子供を遊ばせたいけど、注射針が落ちてるかもしれない。そんな場所よ。嘘でしょ。公園に注射針？サンフランシスコのゴールデンゲートパークでは、2023年だけで4000本以上の注射針が回収されたわ。これがアメリカの公園の現実よ。ずんだもん。怖すぎるのだ。ピクニックどころじゃないのだ。ヨーロッパも同じよ。パリの公園では夜になるとスリ集団が出没するわ。ロンドンのハイドパークでも2023年に150件以上の窃盗が報告されているの。ヨーロッパもダメなのだ。つまりね、世界の多くの先進国では公園でのんびり花を見るなんて贅沢は命がけの行為なのよ。そんな、ただお花を見たいだけなのに。さて、ここからが本題よ。ずんだもん、2026年3月、桜の季節を迎えた日本に、アメリカから一組の夫婦がやってきたの。やっと明るい話なのだ。夫のマイケルさん、45歳、ニューヨークの会計士よ。彼は地元の公園で3回も強盗に遭い、もう二度と公園には行かないと決めていたわ。31、妻のジェニファーさんも同じよ。子供を公園で遊ばせるのが怖くて、裏庭から出られなかったの。そんな2人が、日本の桜を見るために、14時間のフライトでやってきたわ。14時間、それだけでもう大冒険なのだ。到着した翌朝、2人は上野恩賜公園に向かったの。でもね、マイケルさんは公園に入る前に、あることに気づいて足が止まったわ。何に気づいたのだ？入り口に、フェンスがないの。フェンス？公園にフェンスって普通ないのだ。ずんだもん。アメリカの公園は夜になると門が閉まるわ。犯罪防止のためにフェンスで囲まれていて、開園時間が決まっているの。でも日本の公園は、24時間、誰でも自由に入れる。それって、当たり前じゃないのだ。当たり前？それが世界では異常だって言ってるのよ。マイケルさんは桜並木を歩き始めて、30秒で立ち止まったわ。そして、声を震わせてこう言ったの。なぜ誰も警備員がいないんだ？警備員？お花見に警備員はいらないのだ。アメリカでは大きな公園イベントには必ず武装警備員がいるわ。でも上野公園には数千人が集まっているのに、警察も警備員もほとんどいない。それなのに、誰も怯えていない。子供たちが走り回っている。だって安全なのだ。日本の公園は。マイケルさんはその光景を見て、泣いたのよ。3年間、公園は危険な場所だと信じてきた彼にとって、これは信じられない光景だったの。泣いちゃったのだ。桜を見て泣くなんて風流なのだ。風流じゃないわよ。安堵よ。ここは安全だという安堵の涙よ。さらに衝撃は続くわ。ジェニファーさんが見たものを教えてあげる。61、お花見の場所取りよ。朝早くにブルーシートを敷いて、荷物を置いて場所を確保するの。財布もスマホも置きっぱなしよ。それは普通なのだ。場所取りの基本なのだ。ジェニファーさんは財布が置きっぱなしのシートを見て、こう叫んだわ。これは罠よ。絶対に触っちゃダメ。罠？ただの場所取りなのだ。アメリカでは公園に置いた荷物は30秒で盗まれるわ。だから荷物が無防備に置いてあるのを見たら、おとり捜査だと思うのよ。おとり捜査？日本人からしたら意味がわからないのだ。マイケルさんが周りを見回したら、同じようなシートが20枚以上あったわ。全部、財布やバッグが放置されていたの。彼はしばらく黙って、それからこう言ったわ。この国は、壊れてるのか？いい意味で。壊れてるって褒め言葉なのだ。最高の褒め言葉よ。世界基準では異常だから。さて、二人はお腹が空いてきたの。そこで出会ったのが、日本のお花見グルメよ。お花見グルメ、焼きそばとか、たこ焼きとか最高なのだ。マイケルさんは屋台で、たこ焼き6個入りを買ったわ。値段は500円。約3ドル30セントよ。安いのだ。ニューヨークのフードトラックで同じものを買ったら、12ドルよ。約1800円。しかもニューヨークのは冷凍食品をレンジで温めただけ。1800円で冷凍？詐欺なのだ。でも日本の屋台は、目の前で鉄板の上でくるくる焼いてくれるわ。出来立て熱々で、中はトロトロ、外はカリカリ。もうお腹が空いてきたのだ。これが3ドル？嘘でしょ？日本の屋台を舐めちゃいけないのだ。でもね、本当の衝撃はここからよ。二人がシートに座ってたこ焼きを食べていたら、隣のグループが声をかけてきたの。日本語で一緒にどうぞ。で、ビールとおにぎりを差し出してきたわ。日本人って優しいのだ。マイケルさんは最初、何か売りつけられるのかと警戒したわ。
なんで警戒するのだ？アメリカでは見知らぬ人から食べ物をもらうのは危険行為よ。薬物が混入されてる可能性があるから絶対に受け取らないのが常識なの。そんなただの行為なのに。でも周りを見たらあちこちで同じことが起きていたわ。隣のグループ同士が食べ物を分け合い、知らない人とビールで乾杯している。マイケルさんはようやく理解したの。これがお花見かって。いい話なのだ。夕方になると桜はさらに表情を変えるわ。ぼんぼりが灯って夜桜のライトアップが始まるの。夜桜最高に綺麗なのだ。ジェニファーさんはライトアップされた桜を見上げてこうつぶやいたわ。アメリカでは夜の公園には絶対に行けない。でも日本では夜の公園が世界で一番美しい場所になる。それは名言なのだ。実際アメリカの多くの都市では日没後の公園立ち入りが条例で禁止されているわ。夜の公園は犯罪の温床だから入るなが常識なのよ。日本じゃ考えられないのだ。夜桜見れないなんて。そしてね、最後にマイケルさんが一番衝撃を受けたことがあるの。121、お花見が終わった後よ。日本人は自分たちが出したゴミを全部持ち帰るの。しかも分別して瓶、缶、ペットボトル、燃えるゴミ完璧に仕分けるわ。当たり前なのだ。自分のゴミは持ち帰るのだ。マイケルさんはこう言ったわ。アメリカのスーパーボールノブを見たことがあるか？スタジアムの周りはまるで爆撃を受けたかのようだ。爆撃は言い過ぎなのだ。言い過ぎじゃないわ。2024年のスーパーボール後のラスベガスでは清掃に3日間かかったの。ゴミの総量は87トン。トラック何台分かしらね。87トン。それはもうゴミの山なのだ。でも上野公園のお花見は数万人が来場するのに翌朝にはほぼ元通りよ。なぜならほとんどの人が自分のゴミを持ち帰るから。日本人として誇らしいのだ。マイケルさんは SNS にこう投稿したわ。日本のお花見はただの花見じゃない。治安、食、ホスピタリティ、清潔さ、すべてが一つの体験に凝縮されている。そしてこのすべてが無料だ。無料？確かに公園は入場料がかからないのだ。世界の多くの国では安全に花を見るだけでも入場料がかかるわ。シンガポールのガーデンズ、バイ、ザベイは入場料が約3000円。ドバイのミラクルガーデンは約2500円。日本は0円なのだ。最強なのだ。0円で世界最高クラスの治安と世界一美しい桜を楽しめる。これが日本の当たり前という名の奇跡よ。奇跡って大げさなのだ。大げさ？じゃあ数字を見せてあげるわ。日本を訪れた外国人観光客のうち桜シーズンに来る人の割合は全体の 35% よ。151。1200万人。桜の力は凄まじいのだ。経済効果は約1兆2000億円。桜だけでよ。たかが花、されど花。日本の桜は国家の資産と言っても過言じゃないわ。確かに桜は日本の宝なのだ。マイケルさん夫妻は帰国後ある行動を起こしたわ。地元ニューヨークの公園に桜の木を植える活動を始めたの。素敵なのだ。でもすぐに壁にぶつかったわ。植えた桜の苗木が1週間で盗まれたの。盗まれた？桜の木を盗むのだ。転売目的よ。アメリカでは日本の桜の苗木は1本200ドル以上するわ。公園に植えた瞬間に掘り返されてネットオークションに出品されたの。ひどすぎるのだ。マイケルさんはこう言ったわ。桜を植えれば日本のようになれると思った。でも桜は日本という土壌でこそ咲くんだ。日本という土壌、深い言葉なのだ。そうよ。桜が美しいのは花だけのおかげじゃないわ。安全に花を見られる治安、見知らぬ人と分かち合える信頼、欲はゴミを残さない民度。この全てが揃って初めてお花見は成立するのよ。確かに桜だけあってもお花見にはならないのだ。ずんだもん。あなたは来週もお花見に行くんでしょう？もちろんなのだ。今度はお弁当も作っていくのだ。その当たり前が世界の人々にとってはどれだけ尊いか忘れないでいてちょうだいね。わかったのだ。日本に生まれてよかったのだ。ちなみにマイケルさん夫妻は来年も桜の季節に日本に来る予定よ。今度は両親も連れてくるんですって。家族全員で日本のお花見、最高なのだ。でもね、一つだけ心配なことがあるわ。何が心配なのだ？マイケルさんのお父さん、78歳でニューヨークの自宅から40年間寝たことがないの。日本の公園を見たらショックで帰国を拒否するかもしれないわね。それはそれで嬉しい悲鳴なのだ。今回も最後まで見てくれてありがとう。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするわ。次回もぞっこん日本で会えるのを楽しみにしてるのだ。